2024年7月の12日、まがたまチャンネルの斉藤です。YouTube さんの動画配信を使って、農業技術を配信しているのが銀龍侍。毎週金曜日の夜7時です。兄弟チャンネルまがたまチャンネルはですね、考え方とか、ちょっと農業に関することでね、技術以外のことでできるだけ触れるようにしています。今日はね、結構ね、数多い相談の中で、やっぱりね、時代かな。なんか国の方針なのか、俺は政治あんまりよくわかんないけどさ、農業の参入に対して、前向きなね、政策が何個もあるようなんだよね。で、大体みんな来るとさ、まず補助金とかね、あるわけ。で、あと融資。お金を銀行さんに借りてやるっていうやり方もありますよと。でね、ここのとこまとめようと思ってるんだけど、よくある質問のシリーズなんだけどね。今日はね、収支計画の作り方なんだよ。収支。これはまずね、お金をね、借りるために作るもの、手段だよね。借りるため的な、仕組みと、手段としてはありなんだけどさ、結構ね、この段階でつまずいてんだよな。中には、ちょっと収支計画表見せてください、みたいなので、あんまり多数でもないけど、結構な本数収支計画、本来はね、あんまり俺ね、収支計画の方まで相談に乗る必要あんのかなとかって思うもん。でも乗った方がいいだろうね。だってさ、これダメじゃんっていう計画なんだけど、なんでこれ通しちゃうのかなっていう感じね。だいたいね、金額の大小もあるんだけどさ、2000万ぐらいから多いんだよね。借りるのはね。でね、収支計画さ、まずさ、だいたいね、通例、300坪っていう売り上げ、だいたい300坪ベースで、ベースはね、俺の場合はもう5、60坪で作っちゃうけど、斉藤さんのような例外は置いといて、だいたいさ、300坪ぐらいからのベースで、設備投資2000万ぐらいで、ハウスの場合ね、トマトだったり、キュウリだったり、ピーマンだったり、で、路地の人もいると思うけど、あんま路地の相談は乗らないわけ来ないね。でも具体的によく来てる、圧倒的によく来てる中古、ハウス、新しいハウスで奥に近い数千万借りるとこはまずきついね。それでさ、収支計画ね、今日ね。そうだな。まず月別で出すのよ。月別と、次年別と5年もの。これちょっと頭に入れておいて。1月から12月まで区切ったもの。農作物って1年中取れるわけじゃないから、1年中取れる人もいるよ。ただ、やっぱり土の入れ替えであるとか、植えた次の日からお金入るわけじゃないからね。植えてからだいたい60日から80日ぐらいしてからお金入ってくるってことは、全く無収入の時期が2月から3月あり得るってことさ。で、まずこれ月別でいくでしょ1番でしょで、2番は当たり前や。1から12月まで組み上げたら1年になるよねと。ただ、例えば3月期お金が入ってくるのが少なかった時期。例えば子供抱えてれば学費もかかるんだよ。アパート借りてればアパート代もかかるんだよ。だから1から12まで組み上げて年別。で、それの5年もの。で、5年後あなたはどうなってますかっていう部分で、これがキャッシュフロー的にちゃんとプラスになってますかっていうところに、今度ね、税金かかるんだよ、ちゃんとな。それまで払ってやっていけますかってところに、今度金利かかるでしょ銀行の金利。利息か。利息ってかかるんだよな。ここまで落とし込んでますかっていう部分なんだよね。まず俺がこれを、だいたいここに資金繰り表だよね。資金繰り表。斉藤さんこれ結構ね、得意なんだよ。俺もいろいろあったけどさ。
5、60本じゃ効かないね。通してるね。中の金融機関の担当さんとか支店長に呼ばれても、資金繰り表作ったら斉藤さん銀行員並みにできますねって言って、褒められたんだかなんだかわかんないけど、みんなダメだよ。ダメだよっていうか、借金をしない前提で頑張ってほしいわけ。俺はね。だから、俺はたまたまちょっと、お金をたくさん借りまくって、いろいろあって今ここで沖縄で生きてるんだけどさ、まあ、会社がね、プラスの利益出ても、返済金抱えてるとなかなかきついよ。まずね、俺がね、資金繰り表あるなら見せてごらんって言ったら、持ってませんっていう人もいるの。それでお金出るのと。まずさ、収支だからさ、入ってくる方、上に、入ってくる方ある。まず売り上げあるよね。普通に。相談したい人、してきた人はね、本当にね、聞いた方がいいよ。売り上げあって。で、雑収入あって。雑収入なんてそんな当てにならないからね。補助金だとか。やっぱり売り上げがメインさ。圧倒的に売り上げがなきゃダメさ。簡単に言うと売り上げがあって雑収入があって、でもほとんど圧倒的に売り上げで持ってなきゃダメだからね。で、そこから経費引くわけでしょ。ここまではみんなわかるよ。で、これ収入でしょ。入ってくるでしょ。これ出るよね。出てくる。まず人件費でしょ。当たり前だよ。で、これがあって、資材費があるわけさ、資材。面白くねえなと思ってるようだけどさ、いや、私農業やりたいんですって言ってくるから、大丈夫って言って聞いて、あと光熱費。ちょっとこれ各欄もあるから、光熱費や通信費、ガソリン代もあるんだよ。資材、農薬だよね。で、肥料でしょ。肥料。ね。いくらでもあるんだ。梱包する資材、裸で出すわけいかないんだから、包んで出す。箱代もかかる。人件費、資材、光熱費。ね。あるでしょ。で、ビニールハウスでやるんだったら暖房費もかかるし、電気代もかかるの。で、これをあと苗代だってかかるんだよ。苗、種。ね。で、これがね、ちゃんとね、散りばめて、一個もなく落とさないで、書いてあるって聞くと、いや、作ってないんだよね、とかさ。あとはやっぱりね、甘いなと思うの。まずね、ここは甘いんだよな。なんでそんなお花畑みたいな計画になったっていう。本当に実際あるの。単収、300坪あたりの売り上げ単収って言うんだけど、みんなそこをある程度も目指してやってるんだよ。300坪あたりの売り上げね。1000万だとか。俺はあまり単収に興味はないけど、結果として単収は高い方だったから、いるんだよ。うちの指導先さんにも単収2000万近くのいるからね。やっぱり、売り方も上手だし、物もちゃんとしてる。で、もっと言うと、市場外流通で自分で売ってしまうと、単収2000万ぐらいいくから、ちゃんとやればね。それイチゴね。トマトでもいくな。で、この売り上げの部分がね、バラ色の花畑みたいな計画が多くて、まずね、そこでダメ。沖縄今日も気温高いんだ。沖縄だけじゃないよな。で、なんでその数字出たのって言ったら、周りの人はそんだけ取ってるんですって言うの。1000万とか、例えば何トンとか。いやー、それは俺もイチゴの業界に長いけど、俺は比較的人より取れてる方だったけど、そんなに取れるのっていうような、バラ色の売り上げが出てるの。で、いや、周りに聞いたらそう言われましたって言って、で、ところでさ、それ実現しなかったらどうなるのって、コッパみじんだよね。だって、ラーメン屋がさ、店開いてさ、1日10万円の売り上げ目標立ったとしようか。1日1万円も売れなかったら、そんなの1年もたんよ。なぜかというと、こういうのかかるからさ。人件費。資材、農薬、肥料は使わなきゃ。でもこれ在庫しなきゃいけないからね。光熱費は、やってもやんなくてもかかるからね。苗は買っちゃったからさ。この雑収入は当てにならないんだよな。だから、このね、どういう計画をやったら300坪あたりで、そのトン数、
あなたの立ててる目標トン数は、俺が知る、例えば何々県のどのエリアだったら、それ、倍以上のトン数で作っちゃってるよって。例えば、ある作物があって、300坪あたり4トンとか5トン、4トンぐらいの平均収穫量の作物があったとするじゃない。で、あなたの計画はって言ったら、8トンも9トンも書いてあるから、それはね、周りにいる先輩農家たちが達成できるかできないかわからないような数字だと思いますよと。みんなできてるって言うんですって言うから、じゃあできてる人連れてきなさいと。結局ね、そんなイージーミスで、人生さ、支払い期日ってあるの、必ず。ね。で、これでね、収支、合ってんのかこれ。収入だな出るだなまあいいや。今日は大丈夫だ。入ってくる出てくる。収支、合ってんのまあいいや。ね。この収支のバランスの中でさ、経費こんだけかかってるだろで、ここにさ、ちょっと上の方に書いとくか。これちょっと別ね。収入じゃなくて、これ別のところにさ、返済金ってあんのよ。お金を返さなきゃいけない。ね。例えば、2000万円を7年で返したら計算しやすく84回か。だから20万ずつ返したって、1800万ぐらいか金利除いて。ということは、一月の支払い額が25万とか30万ぐらいになるってことでしょ月に。好きだよ。で、これかけることの12だからさ、360万。約400万絡み7年で返したことだよ。これ入ってますかっていうことさ。で、売上が自分のバラ色の計画の、そうだな、2割ブレてももう無理だね。2割ブレるってことはさ、営業利益で 20% 以上あるか。そう。今ざっくりいくと、売上の中から全部この払い終わった後の数字さ、だいたいね、ある程度、いろんな業種あるけど、頑張っておられるね、普通の産業の会社でもね、営業利益ってね、数%しかない。中にはたくさんのとこもあるよ。特殊なね、特殊技術であるとか、特殊な構造の、産業の中で、その中でもトップクラスとかだったら営業利益の2桁って、実際俺も見たことあるけど、まずないね。俺はあまり少ないと思う。その中でさ、売り上げがさ、2割とかブレてるな。お金多めに借りてればいいさ。だから、入り口の、この300坪あたりの収入の計画が、俺が違和感感じた段階で、やめた方がいい。何時もいいよ。やめた方がいいと思う。それはもうその人の人生だから、もっと言うとね、やめるんじゃなくて、計画をもっとね、見直すの。計画を見直すの。そういう時は。やめれって、それ人の夢だからさ、あんたやめなさいとかそんなこと言わないよ。でもね、明らかにちょっと危険だろう、それは、っていうところに、言えばだけどさ、もうほんと親子で入ってくるとか。で、息子さん20代で、お父さんが俺みたいな年かもうね、親子でやるから、みんなでやるの。お母さんもやる。奥さんもやる。まず自分でしょで、自分の奥さんでしょで、自分のお父さんと自分のお母さんと、みんなで資材を投入して、資材っていうのは持ってる貯金を持ってして、バンバンやってって、大苦戦する。それはね、やっぱりね、この、売上計画が甘いんじゃないんだよ。計画が悪いんだよ。売上の金額がおかしいんだよ。売上の金額がおかしいんだよ。中にはね、達成できる強者もいる。才能のある人もいる。うちで言ったマオとか、あとね、ある作物でグランプリ取った、俺に、素敵な、のれんとタオルを送ってくれた、あの青年も、監修なんか、今ここじゃ言わないけど、次は2000万以上いくんじゃないか。だからそれはもう例外。だからね、まず、バラ色の計画で、俺によく、病害虫の止め方を教えてくださいとか、窒素リン酸カリのね、比率がとかっていう、それは銀龍侍でやってます。で、今本当にマガタマチャンネルも、
登録人数が本当じわじわ増えてで、新規の収納の相談が多いっていうのは、本当に多いんだ。で、やっぱね、本当に中にはね、怒っちゃってこなくたりしてもいるんだけど、でもさ、入り口でちょっとこういう厳しいこと、現実を言ってくれる人に相談してから、じゃないと、借金は俺がする、いちご、ほら。わかった、やるよ。ほら。はいはい。失礼しました。だから、結局ね、やっぱ人生かけて経営ってことは人生だからね。片手間じゃできないでしょ？経営の農業ってね、拘束時間長いんだ。朝も早いしさ、収穫物取れたらほんと夜鍋してでも出さなきゃいけないしな。でね、この売り上げのとこでさ、もうちょっと言っとくとさ、この売り上げが例えば1000万とかになる根拠は何よって言ったら、そんなのインターネットで平均単価引いたって出ないよ。トラヌタヌキの川山用っつったっけ。だいたいね、そんな、ね、ものすごいいいね、周品のものを1年目のデビューの人が作れるかっていうこともまずあるの。作れる人もいるよ。もちろん。俺もそのお手伝いしてるから。でもさ、実際あったんだけどさ、まあ彼なんかね、今ほんと大逆転中だから、このまま、多分ね、人間性しっかりしてるからいけると思う。奥さんしっかりしてるしな。このバック4買ってたけどさ、例えばさ、当初の売上計画が、あまり具体的じゃ悪いな。ある本当は例え話ね。当初のね、1年目やってみたら売上140、50万だったとしたらさ、きつくないか？家族、夫婦とか兄弟で頑張って、200万いかないって、これ相当きついよ。不屈の男は這い上がってきて、2年目で俺と知り合って、もう、爆砲買ってたけどさ。でもね、俺もね、これはね、経験上っていうか良くないなと思って聞いてるんだけど、なんで周りに聞きに行った生産者の人がさ、駆け出しのひよこにもならないね、新人のね、夫婦捕まえて、本当のことを教えてやんないんだろうね。もしさ、その周りの人がさ、私は8トン取ってますとかさ、私は10トン取ってますとかって鵜呑みにしないか？で自分でやってみたらさ、2トンも取れないんだよ。で、困った時教えてくださいって言ったらへんてこなことを教えるだろ？だから、売り上げ、この売り上げの根拠を俺は知りたいわけよ。で、そもそもね、銀行さんだとか、お金貸す人も、そんな脆弱な根拠だったらお金貸さない。ただ、なぜかね、補助金のあれに火がついちゃって借りられる人もいるんだけど、それはね、借りられなかったらね、落ち込まないでね、ラッキーと思った方がいい場合もあるよ。そう。で、自分でコツコツ貯めて、で、またもう一回、この売り上げとか収支とかね。だからね、結構、俺にいろんなこと聞きに来る青年もいるんだけど、それいいから聞いて。結構びっくりすること聞かれる時もあるんだけどさ、じゃあ、例えば、周りの農家の人が、いや、こうなんですって言って、俺が逆のこと言ったら、どっち信じるって言ったら、できるだけ厳しい方を信じた方がいいと思うよ。俺のことは、厳しいっていうのは、じゃあこの1000万出すためには、クリアできなきゃいけないハードルがどこにあるか分かってるからさ。で、会話すると、まず水質、土質、ハウスの方向、で、あと、いわゆる栽培に対する考え方で、キャッチボールすると、その基準に達してないっていうのは俺は感じるわけだ。だからじゃあ俺は感じたところで斉藤さん、ちょっと斉藤さんの感受性を取り入れるから、僕頑張りますって言うんだったらやろうかってなるけど、なかなかその売り上げってなかなか達成しないぞ。中にはね、私は300坪で100万が目標ですっていう。それ300坪で100万でさ、経営面積100万300坪だったら、売上100万だったら無理でしょ？かといって、いきなり300坪やって1000万出す人ってのは中にはいるかもしれないけど、そう生優しいもんじゃないから、あとはさっき言った、
2000万借りても3000万借りても返済金はある。ということさ。まあ、本当にね、頭を抱えてる社長さんだよな。パートさん5人でも6人でもいれば社長だから経営者だからさ。頭痛いと思うよ。僕はなんかそんなお悩みまでたまに乗る。あんまり俺そっちのメインじゃないんだけどさ。まあでも、思い切って、内部改革は内政化はこういう風にした方がいいですよとかっていう相談もやっぱり来たら乗るよ。もちろんね。それ指導先さんの方にね、できれば。はじめましてから来て、まあとりあえず触るけど、ちょっとやりとりに違和感を感じたら、やめた方がいいんじゃないですかっていう方向にこう、ちょっと仕向けてしまうかもしれないな。今日はね、ちょっとまがたまチャンネルやったんですけどね。まあ、7月にもなると、新規収納ってずーっと前から来てるんだけど、そうだね、まあ、できれば、はじめまして斉藤さんの人もね、手作りでいいから、収支計画あったら、エクセルかなんかでいいんだね。もちろん手書きでもいいよ。で、それ写真でパシャッと撮ってさ、メールで送ってみて、斉藤さん、僕の収支計画どう思いますかって言って、で作物何って言って、作物、トマトとかイチゴとかキュウリってあるじゃない。で、自分なりに作った収支計画と、収支計画ってのはまず、もうわかりやすくても、売上と、経費、で、返済金。この3つが、バランス像で出来上がってて、斉藤さんこれで、こんだけキュウリ取れると思うとか、僕のトマトでどうかなこれでって言ったら、まあじゃあそれ販売先によるよと。どんな立地なのとか、それだったら直売所あるかいとかね。スーパーどうだとか、できるだけその、市場とかに出荷する割合をリスクヘッジで抑えながら、いきなり市場出したっていい値段で買ってくれないからね。買ってくれないじゃん。売ってくれないんだよ。あれ、売って手数料入る業種だからさ。だからそこはね、バランスよく、中にはね、ちゃんと作って、マオみたく全量買い取りでお願いしますっていうね、ああいう男もいるし、バックフォー男みたくさ、すごく、多分いいもの出してんだけど、組合全体の平均単価をあの男が上げてるんだろうな、あの夫婦で。だからね、これでね、全然手取り変わるんだよ。まあちょっとこれ余談なんだけどさ。そのまず収支計画だな。やっぱりね、入り口で、出荷団体にお金を、補助金の窓口になってもらったから、その義理がある。それもわかる。いや、そこも含めてさ。例えば、地元の新金さんだとか、地銀さんだとかが農業案件に興味があって、全額融資してくれたとしたら、別に出荷団体に出さなくて自分で売ればいいでしょ。にしてもその計画は、さっきの収支、もっと言うと売上が知りたい。経費はいくらなんだ。これを月別と年別。かける5年。で、借りたトータルの金額。トータルだ。いい。トータルと読む。ダメだな。漢字間違わなかったら、カタカナでこれだぜ。トータル。ね。トータルの、返済金額の合計。これぐらいはね、ちょっと俺にね、ちょっと斉藤さんそうやって言ってくれたんだろうどう思うって言って、出してくれた方がいい。ちょっとここに無理があるねとか、ここにもっとストレスここはいいんだけど、ここにもっとストレスかけた方がいいよとか。いや、そもそもこのトータルの借入金がでかすぎるから、リスクがあるから、担保何入れたとか、どこまで覚悟してるとか、いろんな部分で貯金いくらあるとか、俺はあなたの貯金を狙ってないけど、いくらあるというとこから始めて、で、この経費の中でも、突出して高いおかしな経費があったら、俺が言ってんのはハウスの見積もりとかのことさ。そんなのも含めてさ、相談乗ってかなきゃいけないわけ。だよね、せっかくね、新規で増えてる相談口の人だからさ、これ無料でやってんだよ、俺。っていうのは、何回か動画で言ってんだけど、失敗してほしくないからさ。で、
うまくね、営農するとこまで始まって、よちよちまで行ったら、初めてそこから俺から資材買って俺に資材代払いな。たったの3種類だから。3種のうち3つだから。うん。その方がいいと思うよ。まあ俺答えるっていうのは別に、ね、一日中かけて答えることじゃないから。まあただ収集はね、やっぱ来たらやっぱ俺もやっぱり、こう1時間はかかるからね。その精査するのに。よし。まがたまチャンネルは、このようにですね、新規首脳の方の相談がとても多いんで、載ってます。問い合わせフォーム、銀龍侍合同会社と申します。インターネットで引くと出てくるんでね。お前こんなこと言ってたんだけど、こんなこと聞いてみようかなとかですね。やっぱり初めましてか久しぶりをね、ちゃんと織り交ぜて、ちゃんとこういうものですって言ってから入ってくれると、斉藤さんの親切度は変わります。よろしく。